進捗度の測定方法につきまして、3次元測定器などがあれば手軽に測定できるかもしれませんが、高価な装置であり、必ずしも皆が持っているものではないと思います。今回の動画では、そのような高価な装置がなくても、比較的簡単に進捗度を測定する方法をお伝えします。対象とするのは、線の進捗度と円筒の軸線の進捗度の2種類であり、線の進捗度に関してましては、2つの方法をお伝えするので、合計3種類の方法をお伝えします。まず1つ目の方法で、線の進捗度についての測定です。隙間ゲージを使った方法となります。ワークの上に定規のようなまっすぐな平面を乗せ、その隙間を隙間ゲージで測定する方法となります。例えば、進捗度の指示が 0.1mm の時、厚み 0.1mm の隙間ゲージを用います。定規とワークの間に隙間ゲージが入らないということは、その隙間は 0.1mm よりも狭いと判断し、合格とします。一方、隙間ゲージが簡単に入ってしまうような場合は、その隙間は 0.1mm よりも大きいので不合格とします。この方法は簡単にできるので大変便利ですが、いくつか注意点もあります。一つ目の注意点として、ワークと定規は2点で接するが、必ずしも両端で接するわけではなく、ワークの母線全体を検査していない可能性があります。二つ目の注意点としては、定板の温度が低い場合、ワークが縮んで中央が高い形状となってしまう可能性があります。温度変化に弱く、伸び縮みしやすい物質は特に注意が必要です。3つ目の注意点として、定板とワークの接触点が不明なため、ワークの自重によるたわみの影響が不明ということが挙げられます。長い形状、薄い形状、例えば下敷きみたいなたわみやすい形状ですとか、重い物質も先端に行くほど負荷がかかってたわみやすいので要注意です。次に、線の進捗度を測定する2つ目の方法を紹介します。ワークを指示点の上に乗せ、母線上の測定点の高さの変化量をインジケーターや電気マイクロメーターで測定し、測定値をプロットします。最小時情報で算出した傾きの直線に平行な二直線で点群を挟み込み、その平行二直線間の距離が進捗度となります。最後に、円筒の軸線の進捗度を測定する方法を紹介します。まず、ワークを指示ブロックの上に乗せます。測定値における断面にて、円筒表面の180と対向する母線上の点 A、B を定板に対して最高点の位置にセットします。そして、定板面から点 A、B までのそれぞれの高さ A、B を測定します。点 A が最高点の際の中心点 O の高さを M1、点 B が最高点の際の中心点 O の高さを M2 とします。下の左の図に注目してください。これは点 B が真上にある時の図です。この時、定板から点 B までの距離を B、定板から中心点 O までの距離を M2 と定めたので、点 B と点 O の距離は B-M2 となります。次に、下の右の図に注目してください。これは点 A が真上にある時の図です。この時、定板から中心点 O までの距離を M1 と定めました。一方、先ほどの計算から点 B と点 O の距離は B-M2 でした。よって、点 B の高さは M1 から点 B と点 O の距離を引いた M1-B-M2 と計算できます。この時、点 O は点 A と点 B の中点なので、点 O の高さは点 A の高さ A と点 B の高さ M1-B-M2 の真ん中です。つまり、このような式が成り立ちます。この式を変形すると、M1-M2 を2で割った数値は A-B を2で割った数値と等しいという式になります。
この M1-M2 を2で割った数字が進捗度となります。M1 と M2 は直接測ることはできませんが、A と B なら測ることができます。よって A-B を2で割った値を各測定値で測定し、プロットすることで軸線の進捗度を導き出すことができます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味ある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。